どういう風に活用できるかっていうと、これそのままマジックキーボードで使える。横に置いてもいいし、縦に置いてもいい。自宅の専用の置き場所として、ここで充電。こんにちは、トバログです。今回はですね、iPad を作業ツールとしてめちゃくちゃ活用しやすくなるケースとね、スタンドの紹介をしていきたいと思います。今回結構面白くて、これがね、iPad を無接点充電化するためのケースと、で、それとね、セットで使う、スタンドですね。無接点充電をしながら iPad のね、定位置を決めつつ、作業デバイスとして、iPad をね、縦横調整できるっていう、これがね、結構面白いんですよ。例えばね、普段 iPad で作業してる人の、自宅用の作業環境としても使えるし、縦横自由にできるんで、例えばね、チャット GPT を表示しておくサブモニター的な感じにも活用できちゃうんですね。僕ってね、正直 iPad そこまですごい活用できてるわけじゃなくて、持ち運び用にね、メール返信したりとか、ちょっとした写真の編集したりとか、あと雑誌読んだりみたいな、そういう用途で使ってるんですけど、このセットだったら結構ね、自宅にいる時も日常的に作業に使えそうだなっていうのがあるので、今回はね、このアイテムを中心に紹介しつつ、普段ね、自宅で PC 作業してる人がどういう風に iPad 使えるのかみたいなところをね、ちょっと紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけで今回紹介していくのがピタカの MagEasy シリーズの、ケースプロっていうやつと、あとチャージングスタンドっていうやつですね。これ結構個人的に嬉しいのが白なんですよね、筐体が。もちろんね、ブラックも展開されてるんですけど、こういうアイテムって結構ね、黒一色だったりするので、ちゃんとね、白があるのが嬉しいですっていうところで、一つずつ紹介していこうと思います。はい、まずはね、MagEasy ケースプロからですね、このアラミド繊維で真っ白っていうよりかはちょっとね、武骨な感じのグレーイッシュな感じのデザインですかね。で、これちょっとパッケージ見て思ったんですけど、マジックキーボードがそのまま使えるっぽいんですよ。これに iPad 装着したまま、このね、マジックキーボードを僕すごい愛用してるんですけど、これが使えるっていうのはめちゃくちゃ熱いですね。どっちかだけってなったら結局ね、こっちを使っちゃうかなとは思ってたんですけど、これを装着した状態で、iPad Pro 使えるのであればかなりなんか実用性高い気がする。よいしょ、開封。よいしょ。パタッと。おお、すごい。これはかなりインパクトがありますね。宇宙工学みたいな感じで、これね、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、アラミド繊維って言って、防弾チョッキとかタイヤのね、なんか補強材みたいなとかで使われるめちゃくちゃ強い素材を使ってるみたいなんですね。見た目的には個人的にはね、ギラギラしすぎかなみたいな、車のちょっとヤンキーみたいな感じかなとか思っちゃうんですけど、一応ね、この繊維を用いることによってめちゃくちゃ薄く、そして軽くすることができるみたいです。で、ここがマグセーフじゃなくてピタカ独自のこのね、形状になっています。で、裏面を見ると、ここにね、iPad に直接 USB-C ケーブルを挿して、これによって、iPad をね、無接点充電化するって感じですね。ここから電源を供給して、このね、ポート経由で iPad に充電するっていう感じです。で、充電器が、充電チャージャーも白は嬉しい。これ勝手にね、僕想像で黒いものだと思ってたんで、これもね、白が展開されてるの嬉しいですね。いや、これ結構ね、予算かかるんですよね。こういうケーブル類とかって色展開すると。でも iPad にガチッと装着してみます。よいしょ。で、この端子部分を直接ね、本体に差し込む感じですね。これで完全に固定されてますね。めちゃくちゃガチッと全部を覆うっていうよりかは、割とね、軽い装着感というか、こういうところがちょっとたわむ感じとかはあります。イメージとしてケースをがっつり装着してるっていうよりかは、厚めのスキンシールを貼ってる感覚ですかね。なので衝撃性とかにすごい強いわけではなさそうです。それなりにね、横側は割と軽い感じの、ちょっとね、言っちゃえば安っぽい雰囲気のプラスチックでできていて、で、ここの角とかは、ここから落ちるとかはないと思うんですけど、ここのね、端から運悪く落ちてしまうと、本体に直接傷がついちゃうかなってところですね。正直このね、ケースだけで言うと13,000円はちょっと高いかなっていう感じはするんですけど、専用のワイヤレスチャージャーが1個ついているので、その辺のね、利便性を見つつ、高いか安いかは判断していくって感じですかね。実際にね、装着しながら使うとこんな感じになりますね。結構やっぱサイバー感がありますね。ミニマルっていうよりかはゲーミングとかなんかそういうギラギラした感じはある気がします。
で冒頭でも話した通りこれそのままマジックキーボードで使えるっぽいんですよね。個人的にこれはめちゃ熱いので使ってみます。わちっと普通に、ちょっとね重さはある気はするんですけど普通に装着できますね。なんかマグネットの感じもすごい弱いとかは全くないです。めちゃくちゃいいかもこれで。締めた感じも特別厚さは感じないし、なんならこのマジックキーボード装着した時ってここがねむき出しなのでこう落としてしまったら怖いとか、こうやってね外してこう使う時に裸だからちょっと躊躇するみたいなあるんですけど、このケースを装着してることによってちゃんとね全てが全面が保護されているので、ここは割と安心感があるかなと思います。重さとしてはやっぱり MacBook Air ぐらいの重さになっちゃうんで、そこはねトレードオフではあるんですけど安心感はありますね。でかつアラミド繊維のギラギラした感じもこれに装着した状態だったら見えないから、この感じなら全然ありかなっていう気がします。見た目のデザイン的にもこれねマジックキーボードも一緒に使えるっていうのはかなり合理的でユーザーとしてはめちゃくちゃありがたいですね。でケース部分の上を見るとちょっとねくぼみになってるんですけど、ここに直接Apple Pencil を装着してこのまま保持して充電したり持ち運んだりができるっていう感じですね。磁力も普通に弱くはなってない気がする。でこれ前のモデルとかだと完全にねこの USB-C 塞いじゃって、こっから SSD 挿したり SD カード挿したりっていうのができなかったらしいんですけど、今回はねこれが気軽にこう取り外して使えるようになってます。何回もやるとこれすごい強い力でやるとね折れちゃったりとか怖いんですけど、そんなに力を入れずに SD カードリーダーを挿して、例えばねこうやってマジックキーボードで作業用に使うこともできるし、あとは無接点充電したい時はこのまま後ろにガシャッと取り付ければそのまま充電ができる感じですね。このセットで使うと若干重みは感じるんですけど、本体保護もねしやすいので、結構個人的にはこれ熱いですね。はい、続いてが MagEasy チャージングスタンドですね。これ僕が一番気になってるやつで結構いろんな使い方できそうなんですよね。ここを外してよいしょ、ここが結構硬い。これが結構デスクトップ用に強そうなんですよ。なんか紙みたいなのが入ってます。これ結構触れた時にね重さ感じるんですけど、リアル大理石なのかな、もしかして。なんか見た感じ鉱石っぽいキラキラ感があるのと、結構ね重たいからもしかして本物なのかもっていう。で土台と、あとこの開けるとよいしょ、意外とこれ普通に重量感ありますね。でここがUSB-C ポートになっていて、これでここから無接点充電するみたいです。正直ねここもアラミド繊維だったらギラギラしすぎてどうかなとか思ったんですけど、大理石調だからなんかこういう白いデスクに置いてもすごいマッチしそう。で裏側にね六角みたいなのが入ってて、ここでグイグイグイっと回す感じですね。これでスタンドとしてのね高さはこれぐらいで、ここに例えばね家から帰ってきたらこの iPad をこう外してそのままガシッとめちゃくちゃ磁石強、めちゃくちゃ磁力強いですね。この感じでガシッと固定をして、こうやって横でも使えるし、こうねそのまま縦でも使えるっていう、このなんか iPad をスタンド化できる汎用性はいいですね。なんか使い勝手はめちゃくちゃいい。この回転する感じもねめちゃくちゃ滑らかですね。結構滑らかだし重厚感もあるから安心感がすごいですね。角度もこの直角っぽい感じから、若干ね上向きぐらいまでできる感じですね。でかつここはねマグネットだけじゃなくて無接点充電にも対応してるので、急速充電とかじゃなくて夜ね自宅の専用の置き場所としてここで充電しつつなんかね表示させとくとか、そういう用途だったら問題はないかなと思います。このスタンドどういう風に活用できるかっていうと、僕だとね結構デスクトップ PC とか置いて使ってるんですけど、例えばね iPad がメインの人だったらこういう風にね、マジックキーボードで使うよりも高さがすごい出るので、結構ね首の疲れがすごい和らぐ感じしますね。でなおかつ普段ね使ってるキーボードとかマウスとかと一緒に組み合わせれば iPad ねマウスも使えるんで、こういう風にいろいろ操作したり、Notion で例えばこんな風に作業がしやすい感じになりますね。
でちなみにこの大理石の部分でなんとね無接点充電にも対応しているので、こうやってね置くだけでスマートフォンとか、あとワイヤレスイヤホンとかそういう小物類が充電できるようになってます。これ意外といいかもな。これ端っこの方にこうやって置いといて、でトバログの場合デスク作業するときはだいたいね iPad っていうよりかは PC 作業することが多いので、そういう用途だとやっぱりね PC のサブディスプレイ的に使うっていうところで、やっぱねこのスタンドすごい活用できると思います。僕の場合メインのディスプレイが32型のやつなんですけど、それとねこのスタンド組み合わせると結構いい感じの高さに iPad が来てくれるんですよね。横に置いてもいいし縦に置いてもいいしっていう感じで、こうやって置けます。MacBook だと純正のサイドカーっていうのが使えるんですけど、僕の場合 Windows PC なのでこの Duet っていうアプリを使ってそれでねリモート接続して使うことができますね。こんな感じ。 PC 側にもインストールしておいて、こっち側でね拡張ディスプレイっていうのをオンにすると、こんな風にウィンドウを動かしてあげるとそのままねシームレスに無線でこうやってサブディスプレイ化できるので、こういう使い方を自宅ではしたいっていう人にはやっぱりこのスタンド結構いいかなと思います。僕の場合基本的にメイン画面ではこういうね動画編集とかクリエイティブ作業することが多いんですよね。で時々あれこのスペックどうなってるんだっけって調べたい時はこっちでブラウザを開いたりとか、あと素材をねダウンロードしてそれをね使いたいっていう時にいちいちこう開くのがめんどくさいので、常にねエクスプローラーをここに表示しておいて、この素材使いたいっていう風になったらこっちにね、そのままねドラッグ&ドロップでこっちに持ってこれるっていう、この使い方が結構ね使いやすいですね。余談なんですけど、ちょっと前にもねこのディスプレイの動画をアップしていて、こっちにはねチャット GPT の会話スレッドみたいなのを表示しておいて、ここにねエクスプローラーとかブラウザとか置いておくみたいなのが結構良さそうな使い方かなと思います。で画面のね縦横を変える時もアプリ側がね結構しっかりちゃんとこうシームレスにやってくれる感があるので、例えばねチャット GPT を開いて会話をね、見やすくしたい、縦位置で表示させておきたいみたいな時も気軽にこのスタンドがあれば使いやすいです。こんな感じ。iPad をサブディスプレイ化するこのアプリはね、必ずしもスタンドがないとできないってわけじゃないんですけど、高さがあることによって結構ね見やすい位置で固定しながら充電もできる、角度も調整できるみたいな感じなので、この使い方個人的にはやっぱりフィットしてる感があります。はい、というわけでね、このピタカのマグイージーケースとスタンドについてある程度紹介してみました。何日間かね、今のところ使ってみてるんですけど、結構いいですね。まず何がいいのかというと、デザインというか、このね、シームレスさみたいなところがめちゃくちゃ考えられてる気がします。例えばね、このケース装着したままこうやってね、マジックキーボード、純正のが使えるっていうところとか、あとこれをね、取り外して、こうやってね、スタンドにそのままガチッと、よいしょ、無接点充電ができて、しかもね角度が変えられるとか、こういうね細かい毎日使ってるとここちょっとめんどくさいなみたいなところも解消されてるんですよね。ものとしてのクオリティがやっぱりすごい高い気がします。そういうねユーザーの悩みとかかゆいところに手が届く感はやっぱりねすごい考えられて作ってる気がしますね。で僕がね一番嬉しいなと思ったのが、自宅のなんていうんですかね、普段の作業環境としても iPad がね一役買ってくれるようになったってところですね。今までは外出時のデバイスとして持ち運び専用みたいな感じ、もしくはちょっとねまったりしながら雑誌を読むみたいな使い方がほとんどだったんですけど、今回ねこのケースとスタンドを導入したことによってサブディスプレイ的にめちゃくちゃ使いやすくなったので、アプリをねダウンロードしてサブディスプレイとして使ってみたら意外と遅延も少ないし、かなりくっきりと見えるしいいんじゃねっていうところで今ね、そこのねなんていうんですかね、直接的にこのデバイスがすごいいいっていうよりかは生活がそれによって変化したっていうところがやっぱり嬉しかったですね。ただ単にスタンドだったら使わなくなる気はするんですけど、これでね置いた状態で充電もできるから、その一石二鳥感もあってやっぱりねこれを活用しようっていう気になりますね。 iPad って、安い買い物ではないので、こうやってね日常的にずっと使えるっていうのがやっぱりいいかなと思ったポイントです。で物にはねいいところもあれば残念なところもあるっていう点で言うと、結構ね、このセット組み合わせると値段高いです。3万円ぐらいしちゃうんですよね。結構 iPad 自体も高くなってるし、こういうねマジックキーボードも買ったら 3,4 万してくるから、それをねどう捉えるかっていうのはあるんですけど、やっぱりねAmazon
で気軽にポチるにはちょっと高すぎるかなっていうのが難点ですね。実際こうやって使ってみればね、クオリティの高さとか細かいなんかこういうところいいなっていうのが出てくるんですけど、比較検討するときに例えばこういうタブレットスタンドってこれ2000円とかで購入できちゃうんですよね。で結局これでいいじゃんみたいな感じになってしまうパターンもあると思うので、やっぱりね3万円っていうのは比較検討するとめちゃくちゃ難しい金額かなとは思います。であと残念ポイントで言うと、やっぱりねこういう独自規格のマグチャージャーというかマグセーフじゃない専用のものが必要っていうのがちょっとね、残念ポイントではありますね。外出時とかちょっとねこれがない時は普通に有線で充電すればいいだけの話なんですけど、例えばねこのスタンドを単体で買ったとしても何にも使えないんですよ現状。このケースがない状態だとこのスタンドが使えなくなってしまうので、例えばねこのスタンドに対応したこの磁石の部分だけなんかシール的でもいいんですけど、これがね貼り付けられるように直接なっていて、で他のね iPad 以外のタブレットとかもこのスタンド活用できるともっとね汎用性が高くて嬉しかったなっていうのは思います。前のモデルだとね確かそういうステッカーみたいなのもついてたらしいんですけど、今回からなんか独自規格になったからなのかそれがねないみたいなんですね。そこはちょっと残念ですね。あとはねデザインですね。スタンドは最高なんですけど、このアラミド繊維むき出しの感じがミニマル感ではないので、できればね塗装をしてほしかったなっていうのはミニマルガジェットが好きなトバログとしては感じるところです。この辺はね好き嫌いなんで一概には言えないところですね。はい、というわけで今回はこの動画終わりにしようと思います。このアイテムが気になった人は概要欄にリンク貼っているのでぜひチェックしてみてください。はい、そしてね気に入っていただけたらトバログのチャンネルも登録してもらえるとめっちゃ嬉しいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。